皆さんこんにちは。こちらはパイオニア SC2022 です。発売は2012年。当時の定価は11万8000円でした。これは D クラスのデジタルアンプを搭載した AV アンプです。AV アンプはピュアオーディオ用のアンプより音質に不利と言われていますが、本当でしょうか？今回はこのアンプの性能を詳しく見ていきます。このモデルの主なスペックは次の通りです。7チャンネルのデジタルアンプを搭載しています。ダイレクトエナジー HD というのは、アナログ信号を直接区形波に変換する普通の方式です。区形波の出力からアナログに戻すフィードバックが組み込まれているようです。D クラスのアンプにしてはアイドリングの消費電力が高めです。これはたくさんの機能がついていることと関係がありそうです。これと類似のモデルに次があります。これは2012年に投入された同社のアンプです。この頃のパイオニアは毎年多くの高級モデルを市場に投入していました。今回のモデルだけ型番が違いますが、作りは共通です。このアンプは中古でしたので、状態を確認します。ディスプレイが広いですね。いろんな情報が一目でわかります。表示の明るさにムラがあります。おそらく明るさ最大のまま使っていたのでしょう。ディマーの設定を暗くしておくと寿命を伸ばすことができます。入力セレクターとボリュームのつまみは樹脂製ですが、なかなかいい感触です。操作部は蓋の中に収納されています。2チャンネルの音楽を聴く場合はステレオモードにします。このモードではサブウーファーやイコライジングの設定が有効です。ダイレクトモードは普通のダイレクトとピュアダイレクトがあります。ピュアダイレクトにしても音量の表示が消えません。使いやすい作りです。EXT ステレオモードはサラウンド端子にフロントと同じ音が出てきます。これを使って AV アンプにしかできない高音質再生ができます。これについては後で解説します。こちらは再生モードの違いです。アナログ入力のピュアダイレクトは DSP を通さずに直接アナログ回路に接続されます。内部で AD/DA 変換されませんので、その分高音質の再生が期待できます。すべての出力にプリアウトが用意されています。これに DTM モニターをつないで音楽制作に理想的な 2.1 チャンネルシステムを作れます。無駄に太い電源ケーブルが付属しています。このアイテムの効果は力強い音のイメージです。オーディオの調整項目を見ていきます。チェックするところはイコライザー、クロスオーバー、距離の3つです。イコライザーの調整間隔は1オクターブです。これでは十分な補正ができません。スピーカーの特性を補正しようとすると2分の1オクターブかパラメトリックイコライザーが必要です。サブウーファーのイコライジングはできません。クロスオーバー周波数の設定を見ていきます。クロスオーバー周波数の設定間隔が荒いですね。
もう少し細かい設定が欲しいところです。距離の設定を見ていきます。距離は1センチ単位で調整できます。この機能を使ってウーファーとツイーターのボイスコイルの位置ずれを補正できます。実際にやってみましょう。まずは音源の位置ずれをチェックします。フロント出力とサラウンド出力をバイワイヤリングの端子につないで自動調整をスタートします。結果を見ていきます。こちらが結果です。12センチずれていますね。自動調整の結果を消去してマニュアルでこの数字を設定します。EXT ステレオモードで再生します。これで音源の位置ずれを補正した音を聞くことができます。ホーンスピーカーを使った大型の 2way や単ノイのような同軸型スピーカーの音質を改善できます。これをやるためには距離を1センチ単位で調節できる AV アンプが必要です。このアンプは正常に動作しますが、発売から10年過ぎています。接点の劣化はダンピングファクターに現れますので、これを確認します。こちらは測定結果です。デジタルアンプで100を超えるのはフィードバックのおかげでしょう。広域にかけて落ちていますが、このくらい高ければ問題ありません。フロントに比べるとサラウンドの数字が低いですね。もしかしたらどこかに接触抵抗の大きいところがあるのかもしれません。次回はこのアンプをメンテナンスする様子をご覧いただきます。